電子工作ソボルを使うための調整とジグ3。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。レーザー起点固定ジグ製作図の作成。 Y 軸と X 軸に囲まれた左スタンション脇の場所、ここがレーザーのホームポジションです。座標は丸印原点から 28.5 カンマ55です。レーザーは FF80 アウトプット 10W です。大きさ 40×150H。 Y 軸の前面と左スタンションの右面を基準としてジグを製作します。定規を使って基準座標を作ります。位置はレーザーから25カンマ25です。PLW のスタンドを 2.5mm 圧の PLW プレートに固定します。 Y 軸に完全に密着固定するために固定用のジグを取り付けます。これを Y 軸に上からはめ込んで固定します。こんな感じです。実際には動画をご覧ください。レーザー起点固定ジグの製作。これからレーザーの起点固定ジグを作っていきます。 Y 軸と X 軸です。 Y 軸と左スタンションの交差したところがレーザーホームポジションです。300×2.5mm 圧の PLW です。ここにスタンドを据え付けます。座りやすいように添え木をして底設置面積を広げています。100均の定規を貼り付けて90度を作り基板を固定します。このように使います。スタンドは接着だけでは弱いのでザグってビス止めしました。図面で紹介した固定用のジグです。後ほど実演があります。しっかり固定したいので 0.3mm のプレートを調整で貼っています。取り付けた時ガタつかないことが必要です。図面で紹介した仕組みです。この位置が XY 軸と平行でレーザー芯から 25mm オフセットしています。スタンドは Y 軸と密着させてジグで固定しています。スタンドが Y 軸より高いので高さ調整で木片を抱かせています。滑り止めのゴムが干渉するので調整が必要です。起点を正確に活用するためにレーザーの垂直を調整しました。取り付け穴は少し大きいのでただ取り付けたのでは垂直になりません。取り付けナットを緩めて調整しました。それとレーザーが下に下がらないので穴を下に1つ増やして下げました。この4つの固定ナットは取り付け時 XY の90度を調整する必要があります。そのまま取り付けると5度ほど違ってしまいます。横ずれがないようにスタンション面にもタップで固定します。Y 軸との固定で X 方向のずれもありません。
面で固定するためこちら側でも固定しています。ジグが固定されたのでレーザーに起点軸を出してもらいます。この線に合わせて定規を取り付けます。レーザー芯から 25mm のところに基準線が描かれました。ジグが完成しました。300× 2.5mm のパネルに配置しています。この L 金具とスタンドでジグを固定しています。切断にも使うことを考慮して薄い金属150円を貼っています。裏側です。接着で不足なものはビスで固定しています。定規は 3mm のアルミ材の上に貼り付けて高くしています。 XY 軸の調整。組み立てのほとんどは XY 軸の閉じ込み結合です。ここにマニュアルにはない重要なポイントがあります。ナットで締め付けますが閉じ穴が若干大きいため調整しないと90度になりません。このように測りにくいですが何もせず取り付けると簡単に5度もずれます。どこかにメモリでもあればさらに良いですね。ここで測れば良い気もしますが X 軸と平行かどうか分かりません。何らかの方法で90度に調整する必要があります。レーザーヘッドの再調整方法。レーザーヘッド1再調整方法の説明をします。今レーザーはジグ面から垂直になっています。ヘッドをペンに変えて再度レーザーを取り付けるときは位置調整が必要です。左右と前後の傾きを調整しなくてはなりません。レーザー本体はボルト4点で閉じられていて、さらに本体も4点で閉じられているので、それだけでも左右の傾き調整が必要です。ヘッドを起点に戻すにはこの2工程の調整作業が必要です。ちょっと大変そうですが次のようにすれば大丈夫です。5ミリずつ移動しています。ジョギングを使ってホームポジションから45カンマ45に移動します。ヘッド位置はこの位置でなければなりません。軸をここから動かさないようにしてレーザーを下に下げます。レバーを回しレーザーを定規に当てるようにしてボルトを締めます。これで調整は終わりです。ボルトを締めたらヘッドは動かせます。レバーを使ってヘッドを元のレベルに戻します。念のためもう一度ホームに戻してから45カンマ45に移動させて確認しましょう。ハニカムもどきテーブルの起点固定ジグ製作。テーブルの起点を固定するためアルミアングルを加工しました。これを彫刻用切断用の金具に取り付けて固定します。この金具です。接続すると断面的にはこのようになります。接続した時にはちょうどそこのレベルが揃うように考えました。スタンション側の金具に沿わせることで起点軸を揃えます。切断用のテーブルに起点固定ジグを取り付けます。彫刻用のジグ同様スケールをつけて起点を作ります。このテーブルの制作動画リンクは説明欄をどうぞ。
専用の取り付け金具です。 20×20×2T のアングルと 2T のフラットバーを組んでいます。これとテーブルの天板を合わせて閉じ込みます。サイド面にタップを作りました。底面には滑り止めのゴム板を貼り付けました。角が危ないので削って R にしました。ビスで閉じます。できましたのでソボルと連結してみます。ナットで閉じる形では結合が大変なのでこちらもタップです。連結は彫刻用のジグを閉じていた穴を使います。連結しました。ヘッドをホームポジションに戻します。連結後の確認。スタンションと Y 軸は直角になっています。なのでこの辺もスタンションと直角になります。この XY 軸も直角に調整しました。レーザーヘッドの再調整。45カンマ45オフセットさせます。ほぼ合っていますがこの時点でヘッドを下げて微調整します。ヘッドを下げて定規の角辺とレーザーの角辺を合わせます。これで起点調整が終わりました。ポイント。レーザーは40角です。ヘッドを45カンマ45送ったのでレーザーと定規を合わせれば良い理屈です。この状態でジグを使ってレーザーの高さを合わせます。これで終わりました。最後にプリント基板のデュローイング動画をご覧ください。PCB デュローイング実演。これまではレーザープリンターと紙を使ってパターン図を熱転写していました。その方法はパターンが細かくなるほど直線が歪んだりパターンにピンホールができたりしやすいです。この方法は直接描いているのでできたパターンは転写より綺麗になります。この方法の良い点は決して何度でも描き直せることです。この後の動画ではレーザーを使った PCB を紹介していくことになります。あと2分ほど描画をご覧ください。
これは前にカーボン熱転写法で作った両面基板です。今回は直線が鮮やかでピンホールもできないと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。